こんにちは、MD ジャックです。座りすぎが体に良くないことは分かっているんですが、仕事も動画制作も座りっぱなしの作業なので、ついに腰と背中がやられて、2日ぐらい寝込みました。適度な休養を取らないとこうなる、という悪い見本です。皆様もお気をつけください。こんにちは、あえです。オリンピックロス状態から早く抜け出さないとね、と思いつつ、なかなか抜け出せずぼーっとしています。暑いせいもありますけどね。今回は新しいモデルではありませんが、TFZ のレビューは多分初めてです。T2G は興味本位で以前入手し、他2モデルはいずれもご視聴者様からリクエストいただきました。このレビュー動画をようやく制作できて、ほっとしています。では早速見ていきましょう。今回も前半のナビゲーターは愛ちゃんにお願いします。はい、準備できてますよ。早速始めましょう。3モデルの大きさはほぼ同じですが、ナンバー3 19th だけちょっと丸みを帯びてたり、ノズル部の素材が金属だったりします。ノズル部が金属素材の方がなんか安心します。どのモデルも空張りが豊富で、どれを買おうか迷いますが、ナンバー3 19th のブラックモデルは SNS では陰謀モデルなどと呼ばれており、あまり人気がないようで思わず笑ってしまいました。そのイメージを具現化してみたのがこれです。納得の陰謀モデルです。ドライバーはダイナミックドライバーが1機でかなりパワーがあります。数値的な裏付けは後半でお話しします。ドライバーの反応速度が素晴らしいからか、パンチがあり、鮮明な音質はどのモデルにも共通しています。T2G を最初に聞いた時は、攻撃の出方か BA かと思うようなシャープさでしたが、今ではすっかり慣れました。装着感は、ミミーちゃんお願いします。はいはい。中華イヤホンを手にしたことがある方なら、おなじみの形状だと思うのね。ナンバー3 19th だけちょっと丸っこいけど、装着感そのものはほとんど変わらないよ。フェイスプレートが亜鉛合金の T2G だけ、片耳 8.6g と、ちょっと重たいね。どのモデルも自公開に当たる部分に特別な凹凸はないから安心して装着できるよ。はい、終わり。はい、またね。はい、ミミーちゃん、ありがとね。では、音質比較動画に行きましょう。今回は各モデル付属のケーブルを使って収録しました。イヤーピースはファイナル E タイプです。ではまずこちらの波形からご覧ください。T2G です。12mm のダイナミックドライバー1機ですが、全体の印象はとても明るく、元気のいい音です。3モデルの中で、低域は若干控えめで、2kHz と 4kHz の部分が少し膨らんでいます。8kHz 付近の広域は、ナンバー3 19th と同程度でも、低域が控えめな分広域が目立ちます。この4つのポイントが、音が最も明るいと感じる要因です。この広域は16ビット 44.1kHz ぐらいまでの音源で聞くとちょっと耳障りに感じることもあるんですが、それ以上の情報量を持つハイレゾ音源で聞くと良い響きに変化し刺さるような感じもありません。クラシックの曲だとストリングス系の響きがとてもいいですし、 2kHz と 4kHz の出方が他の2モデルよりも大きめなのでボーカルも前面に出る印象です。次にナンバー3 19th ですが、3モデルの中では中間的な位置づけになりそうですね。低域の存在感は T2G よりあります。
2kHz と 4kHz は割と平坦です。8kHz 付近の出方は T2G とほぼ同じですが、2kHz と 4kHz の出方の違いが中高域から高域の質感の変化に影響していると思われ、よく言えばすっきり、悪く言えばちょっと薄め、細めな高域の質感です。最後はライブ3ですが、3モデルの中では低域の存在感が一番あり、中高域に関してはナンバー3 19s と同じで 8kHz 付近の高域が見た通りで最も控えめになっていることからやや低域重視のバランスになっています。ハイレゾ以下の音源で聞いた場合、私の耳には高域はちょうどいいバランスに聞こえますが、ハイレゾ音源で聞くとストリングスやブラスセクションの音が今一つ抜けきらない感じです。音情に関しては3モデルのチューニングやドライバー構成が似ているためさほど違いはなく、特別広くはありませんが悪くない広がり方です。比較すると中高域から高域が強い T2G が最も広めに聞こえます。分離はダビー A モデルのようなあちこちから音が来る感じではありませんが、音情も分離もダイナミックドライバー1機ということを考えると良い仕上がりだと思います。定位はソース音源次第ですが、パンで振られた各楽器の位置がよくわかります。強いて言えばダビー A モデルに比べ空間の高さの違い、つまり音が何層かに分かれている感じはなく、割と平面的な中での広がり、分離といった感じです。でも特に不満はありません。どのモデルも他メーカーのダイナミックドライバー搭載モデルと比べるとスマホ直差しでも十分なるパワーがあります。比較するとこうなります。LKFS-16.0 を基準としてレベルを測定したもので、数値が低いほど同じボリューム時の音が大きいということになります。手持ちのダイナミックドライバーモデルでは TFZ の音量の大きさは1位、2位、4位となっていて TFZ のパワーがお分かりいただけると思います。3モデルの比較をまとめたのがこれです。T2G は低域は十分だが他モデルと比べると控えめ。中高域から高域は一番強いやや高域重視型。ナンバー3 19s は低域は十分、中高域が平坦で高域は強い、高域がやや薄めなバランス型。ライブ3は低域が最も強く、中高域は平坦で高域が最も控えめ、やや低域重視型。皆様のお聞きになる音楽ジャンルまたはアルバム単位でミックスは大きく違いますので、このモデルがこのジャンルに向いているというようなことは言えない代わりに3モデルの違いを音と波形で表現できたと思いますので、これから TFZ のモデルを購入する際の参考になれば幸いです。今回の3モデルは5000円から7000円ぐらいで入手できますが、音質的に中間的なナンバー3 19s を入手して好みの音質に補正すると T2G っぽくもライブ3っぽくもなると思うので、おすすめはナンバー3 19s になりますかね。ということで TFZ、T2G、ナンバー3 19s、ライブ3のレビューでした。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。